こんにちは、アレスチャンネルです。今回は君の脳はなぜ愚かな選択をしてしまうのか。著者のダニエル・ケンリックさんはアリゾナ州立大学の心理学部教授です。私たちはなぜ愚かな選択をしてしまうのか、進化心理学から解き明かします。アリストテレスから始まり、偉大な思想家はこぞって人が合理的な動物かどうか議論してきた。しかしその論争は合理的な動物の中の動物の部分をほとんど見過ごしてきた。人の下す決定が合理的か不合理かという論争の中で、経済学者や心理学者はその人の目標が達成されるかどうかにとらわれてきた。しかし我々が下す決定を完全に理解するには、もっと掘り下げて現在の我々の選択を進化上の過去と結びつけて考えなければならない。人がどのように意思決定を行うかを理解するため、従来の視点では軽んじられてきた根本的な問いかけをしたい。私たちの脳はなぜこのような選択をするように進化したのだろう。このような問いかけは人の下す決定に対する私たちの考え方を一変させる。私たちの意思決定は合理的かどうかというより、深い合理性という特徴を持つことが明らかになってきた。私たちの今の選択は、祖先の過去の成功や失敗によって研ぎ澄まされた進化に深く根ざした英知が反映されている。例えば、このような場合を考えてみよう。あなたは映画を見ようと列に並んでいる。チケット売り場の順番が来たとき、ちょうど100万人目の観客だからということで、記念に1万円を贈呈すると言われる。もう一つは同じように映画を見ようと列に並んでいる。あなたの一つ前に並んでいた男がチケット売り場の順番になり、ちょうど100万人目の観客だから記念に10万円を贈呈すると言われる。あなたは100万人目の次の観客だからということで1万5,000円をもらう。あなたはどちらになりたいだろうか。経済学者ならば5,000円多く手にできる方を選ぶと予測するはずだ。ところが実際は多くの人が1万円の方を選ぶ。あと一歩のところで10万円を逃すという嫌な思いをしたくないばかりに、おまけの5,000円を放棄するという不合理な選択をするわけだ。この不合理なバイアスは損失回避と呼ばれる。人が利益より損失を強く意識する傾向のことだ。このバイアスを発見したのはノーベル賞受賞者のダニエル・カーネマンたちだ。この他にも私たちの心の欠点を暴き出す科学論文は図書館を埋め尽くすほど溢れている。例えばギャンブラーの錯誤。これは過去の出来事が未来の確率に影響を及ぼすと思ってしまう不合理な傾向だ。例えば効果を投げて5回連続で表が出たら、次は裏が出る確率が極めて高いと予想するような場合だ。馬鹿げているのは言うまでもない。次に効果を投げて表が出るか裏が出るかは、それまで何があったかに一切関係なく、やはり 50% ずつの確率だからだ。また、後知恵バイアスというのもある。新しい情報に対して最初から分かっていたと感じる不合理な傾向だ。これはクイズの答えが分からない場合、答えを示されると、ああ、それなら最初から分かっていたというような場合だ。私たちの脳は他にも多くのバイアスでいっぱいだ。このバイアスは90余りあると言われている。人の下す決定がいかに浅はかで不合理で自滅的なことが多いか、何百という研究が証明している。人の下す決定が合理的か不合理かという論争は重大な制約に足を引っ張られてきた。人が動物界の一部であることをほぼ無視してきたためだ。動物界の顔ぶれの中で私たちホモ・サピエンスがどこに位置するのかを眺めれば、私たち自身を新たな視点で見られるようになる。この視点を取り入れたのが進化心理学である。例えば次の例の場合、どちらの方が
強い感情を引き起こすだろうか。あなたが道で5000円を拾った場合か、財布から5000円がなくなったことに気づいた場合か。あなたがよほど変わり者でない限り、お金をなくした時の方が感情をかき立てられるだろう。お金を拾うとそれなりに嬉しいが、お金をなくすとひどく悔しいものだ。これは先ほどの例で挙げた損失回避のバイアスである。経済学者は損失回避のバイアスが不合理だと考える。5000円は入ってこようが出ていこうがぴったり5000円と決まっているからだ。けれど損失回避はそれほど馬鹿げたことだろうか。進化の観点から検討しよう。最近までは人類だけが不合理に損失を回避したがると考えられてきた。しかし新しい証拠によってこの損失回避は私たちの進化のはるか深くに根ざしている可能性が出てきた。イェール大学の実験ではオマキザルという猿に美味しそうなリンゴを買うのに使えるお金、紙幣を与えた。猿はすぐに紙幣をお金として使う方法を学んだ。研究者たちはひねりを加えて、リンゴを買う相手を異なる2人の人から選べるようにした。売人 A は紙幣1枚と交換に猿にリンゴを1つ見せて、それを手渡す。これに対してもう一人の売人 B は紙幣1枚と交換にいつもリンゴを2つ見せて、そのうちの1つを渡す。経済学の観点からすれば、どちらも全く同じ取引だ。1枚の紙幣に対して1つのリンゴが手に入る。しかし、初めに2つ見せておいて、1つしか渡さないことで、売人 B は猿に取り損ないかけているものを意識させる。経済学の見地に立てば、どちらも全く同じ取引を提示しているにもかかわらず、猿は断固として売人 A と取引する方を好んだ。人と同じで、猿も損をしている気になるのは嫌なようだ。私たちの脳が初めからバイアスを備えて生まれてくるのは、そのバイアスが歴史的に見て生存する確率を高める決定につながってきたからだろう。私たちの祖先も現代のオオマキザルも、ほとんどの動物は生存の極限ギリギリのところで生きてきた。祖先は干ばつや寒さにたびたび襲われていた。このような餓死寸前の暮らしをしていると、食料の蓄えがわずかでも下向くことは、わずかに上向くことよりはるかに大きな違いをもたらす。食料が有り余るほど調達できるまたとないチャンスをもたらすような選択はせず、食料を十分に調達できずに終わる危険性が最も少ないような選択を常にする。言い換えると、人はどこにいても自分と家族を養えるだけの量を下回る事態だけは何としても避けたいという強い欲求を持っている。もし私たちの祖先がリスクを恐れることなく大きな利益を追い求めて賭けにばかり出ていたら、大損をして私たちは生存していない可能性が高い。現代の私たちはそのような祖先と同じ状況で生きているわけではないが、その祖先の脳を確かに受け継いでいる。そのため、今の世の中で私たちがどう行動するか理解するには、もっと視野を広げて眺める必要がある。動物界全体に目を向けて、より深い意思決定の道理に注目すれば、すべての生き物の意思決定は、進化に深く根ざした目標に向かって前進するためになされていることがはっきりする。この視点はとても重要だ。次に、心の煙感知器と呼ばれるものを見ていこう。2002年5月、アフリカの国家ザンビアは食糧危機を宣言した。干ばつによって多くの作物が枯れてダメになった。国の食料備蓄が底をついて、ザンビアの人々は野生の植物の根を8時間茹でて食べるようなこともした。このような状況でザンビアの大統領は、
食糧危機を宣言した。この宣言を受けて世界はザンビアへの食糧援助に乗り出した。アメリカはこの国へ3万トンの食料を送った。これはザンビアの人々が次の収穫期まで持ちこたえられるだけの量だ。しかし、世界が衝撃を受けたことに、ザンビアの大統領はこの援助を断ったのだ。なぜだろうか。問題はアメリカから来た食料のコンテナに小さな文字で書かれていた言葉、遺伝子組み換えだった。これに起こった多くのザンビアの人々はコンテナに触れることさえ拒み、大統領は私たちは遺伝子組み換え食品を食べるくらいなら飢える方がいいときっぱりと断言する事態となった。ザンビアの人々にとってアメリカからの3万トンの食料は食料ではなく毒物と映ったのだ。多くの人はザンビアの決定を大きな誤りだと非難したが、ザンビアの大統領の立場に身を置けば多くの人が同じ決定をしたのではないかと思う。大統領の決定は誤りだったかもしれないが、この決定ははるかに高くつく失敗を避けるために設計された深い合理性にかなったバイアスに従って下されたものだ。ここで人の決定を左右する祖先譲りのバイアスをもう少し詳しく見ていこう。ほとんどの問題では不正確であるよりも正確な方が大抵見返りが大きい。しかし私たちの心は常に正確さを求めて努力をするようには設計されていない。これから見ていくように現実を歪めることが進化的に意味をなす場合があるのはもっともな理由があってのことだ。次の例を考えてみよう。秒速60メートルであなたの方へ近づいてくる物体が今360メートル離れた位置にあるなら、あと何秒であなたにぶつかるだろうか。答えは6秒だ。これに対して4秒と見当をつけるのは不正確だ。しかし心はまさにこの通りの誤りをわざと犯すように作られている。接近してくる物体が目に入ると、脳はこの物体が実際より早くぶつかると私たちに教える。これに限らず、接近する物体の音を耳にしただけでも同じ誤りを犯すことになる。近づいてくる音が実際より早く到着するように感じるバイアスは聴覚ルーミングと呼ばれる。研究では 100% の人がこの誤りを犯すことが分かっている。表面上は不合理に見える多くの誤りがそうであるように、詳しく調べてみると聴覚ルーミングはなかなか優秀なことがわかる。人間の他にも多くの動物が同じバイアスを進化させている。このバイアスは事前警告システムとして機能し、自己防衛を担っている。危険な接近する物体を見たとき、安全ののりしろを与えてくれる。熊がいるのを目にしたり、雪崩が押し寄せてくるのを耳にしたりすれば、この聴覚ルーミングがあなたを駆り立てて、最後の瞬間まで待つことなく、すぐにでも逃げる気にさせる。近づいてくる危険から直ちに身をかわす進化上の利点がとても大きかったため、自然選択は私たちに意図的に世界を不正確に見聞きする脳を授けた。この種のバイアスは経済的には不合理な判断をさせるかもしれないが、現実の世界で深い合理性にかなった行動をするよう私たちを導いてくれる。正確であることがいつも賢明だとは限らない。あなたが家族と一緒に住む家を購入したばかりだとしよう。最初の夜の日、みんなが眠った後、天井の煙感知器から大きなアラーム音が鳴り響いた。ありがたいことに警報は誤りだった。結局どこからも出火はなく、隣の人が外でバーベキューをしていた煙に反応しただけだった。数週間後、煙感知器が再び大きな音を上げた。家族全員を叩き起こした。この時も火事はなかった。あなたは煙感知器が何度も誤作動を繰り返すのが煩わしくなって、感知器の感度を下げることにした。
ところが、あなたが感知精度を下げようとしたとき、幼い子供がこう言った。でも、火事になってもアラームが鳴らなかったらどうするの？これは煙感知器のジレンマだ。君なら煙感知器の感度を下げておきたいだろうか、上げておきたいだろうか。この判断は煩わしい思いをしなくて済むことと、燃え盛る家に閉じ込められずに済むことのどちらに価値を置くかにかかっている。大半の人は敏感すぎる煙感知器の方を選ぶ。時々起こる誤作動のイライラを我慢すれば、家族の命を守ることができるからだ。私たちはわざと自分の煙感知器の判断にバイアスをかける。それが生き残りを確実にするのに役立つからだ。私たちの脳は多くの決定について祖先譲りの煙感知器のようにできている。不十分な情報しかなくても素早く判断を下すように設計されている。優れた煙感知器のように脳は火事がなくてもアラームが鳴る仕掛けになっているため、私たちは死をもたらしかねない見逃しを回避するために誤作動の不便さを我慢するしかない。私たちの祖先は生存の可能性を高めるため、高くつく誤りを避ける方向へ導かれてきた。私たちの決定には小さい誤りが増えることになる。しかし、その小さい誤りを犯すことで大きな失敗を避けるようになっているのだ。例えば経済学者は、最もよくあるお金の失敗の一つは、人が投資においてあまりにも小さいリスクしか取らないことだという。お金が100万円貯まり、退職するまでまだ何年も残っているなら、合理的な人はリスクのある株式を含む投資にお金を回すだろう。ところが多くの人はその100万円を銀行にしまい込むことを選ぶ。この場合はわずかな金利しかつかない。経済学から見ればこれは不合理に思える。しかし同じ金銭上の決定を煙感知器の原理に照らして考えてみよう。君がこれまで貯めた100万円は二通りの誤りを生み出しうる。一つは、あなたがお金を銀行に預けた後、株価が急騰する場合だ。かなりの利益を手にすることもなく、元々の100万円と微々たる金利しか手にできない。これはリスク回避をひどく不合理に感じさせる大きな誤りということになっている。これが誤りであることには同意するが、この誤りを犯しても、あなたのお金が減ることはない。もう一つの可能性を考えてみよう。あなたは100万円を株式に投資する。その後、株式市場が急落する。この場合、100万円は大きく目減りしてしまう。煙感知器の原理は資源を失う状況に用心するように、あらかじめ私たちの脳を調整してきた。資源を今以上に得るよりも、失う方がはるかに高くつく誤りだからだ。リスクを回避したがる人の傾向は誤りにつながるかもしれないが、これは私たちの祖先が培ってきたバイアスであって、はるかに大きな失敗を避けるために作られているものなのだ。